20代男性です。最近の日本は若い男性が生きづらい社会になっていると思います。個人的見解としては、もともとあった儒教文化が残ったまま女性の社会進出、男女平等を図った結果、年上に気を使いながら女性を立てなければならなくなり、若い男性 VS それ以外という構図が生まれてしまったのに生きづらさの原因だと思います。井上さんどう思いますか？これってでも、女性も生きづらい社会だったよねっていう話で、結局女性というのはガラスの壁的なものがあって出世しないとか、働いてたとしてもやっぱり女って一緒に仕事しづらいから男のがいいよねみたいなことを男社会はやってしまうんですよ。だから最近リハックの高橋さんがそれをもろにやっていて、界隈では叩かれてるんですけど、リハックという番組で深夜の多分2時3時ぐらいかな、音喜多さんに突然携帯電話して落選した議員の音喜多さんに電話して話すみたいになったんですけど、それはやっぱ男だから電話して22時23時か、男だからやれるけど女の人だったらやれないよねみたいなのがあって、これってある種その男同士の方が付き合いやすいよねっていうことの体現なんですよ。女の人に夜中に電話かけるのいかがなものかみたいなのはもちろん当然常識としてあるんですけど、でも男の方が付きやすいから、じゃあ男に連絡してしまう、結果として男同士が仲良くなってしまうことが起こりがちなんですよ。これ別に悪意があるわけでもなくて、結果とそうなりがちだよねと。で、ただそこで男性同士がこう仲良くなってしまって、女性の人たちがそのコミュニティに入れないみたいな、排除されてしまうみたいな構造とかもあったりするんですよね。で、今の若い人たちって、若い男性って、男性同士飲み会文化とか、じゃあ飲みに行こうぜみたいなのに誘われなくなっちゃってるんですよ。会社の上司が、じゃあ飲み行こうぜっていうのって、前から女の人は誘いづらかったんですよ。特に若い女の人はね。誘うとセクハラですとかパワハラですとか言われると、ワンチャン自分の仕事を失っちゃうことになるので、女の子は誘えないけど、若い男の子だったらいいんじゃね？飲み代とか飯もおごるから来いよみたいなので、ある種強制飲み会参加みたいなことを男性にはできたんですけど、若い男性にももうそれができない時代になってしまったんですよ。ってなると、飲み会に参加できる同い年のおっさん同士の方がコミュニケーションが続くので、割とそういう人に仕事を頼みがちとか、おっさんは外注のおっさんに仕事を頼むみたいな感じで、自分の会社の若い人たちのスキルを育てたりとか、自分の会社の若い人たちのコネクションを増やすみたいなのをやらなくなっちゃったんですよね。なので20代の男性というのも40代50代のおっさんたちのスキルだったりコネクションを教えてもらうという機会が失われてしまったんですよ。でも男性の方が有利な社会だよねというのがあって、女性からは男性は下駄履いて羨ましいって言われるけど、若い男性いや俺そんな下駄履いてねえしみたいな、で別に男性だからって給料高いわけじゃねえしみたいなところで、女性が苦労していたのと同じ苦労を男性もしてるんだけど、でも若い男性がしている苦労というのをちゃんと理解して、若い男性も大変だよねって思ってくれる人は少ないっていう構造になっちゃってるので、なかなか大変ですよね。これと同じような現象というのが僕の白人男性のが多い理由につながっていると思っていて、アメリカというのは白人男性というのがどんどん出世していくと。アメリカの上場企業の社長ってやっぱ白人男性率圧倒的に高いんですよ。アメリカの白人男性ってまあそれなりに能力値が高いと思われてるし、仕事もできてるんだからっていうので福祉につながりづらいんですよね。で逆に有色人種の場合だといろんな壁があって仕事できないのも当然だからっていうので福祉につながったりとか、コミュニティでお互いを助け合うがあるんですよ。例えば中華街って中国人同士で集まって仕事がないんだったら俺のおじさんがやってる店紹介するよっていうのでお互いに仕事を紹介したりみたいなので、人種同士でマイノリティだからこそお互いに助け合うという文化があったりするんですけど、アメリカだと白人男性はそれがないんですよ。でそれをやっちゃうと白人男性だけがコミュニティを作ってそこで仕事を回しているというのは差別である。有色人種だけが損している、そういうコミュニティは良くないよねみたいになっちゃうんですよ。でもじゃあ中華街が差別であるみたいなことって言わないじゃないですか。結局白人男性だけ働いてて給料もらえてるうちはいいんだけど、一回でも体を壊して働けなくなりましたってなると助けてくれるセーフティーネットとかコミュニティというのがないので、どんどんドツボにはまるっていうのがあって、アメリカの白人男性ってアル中になって死にやすくなったんですよ。最近だとフェンタニルとかありますけど。なので、基本的には先進国ってずっと平均寿命を伸び続けてるんですけど、アメリカの白人男性だけ平均寿命下がったんですよ。アメリカの白人男性が楽器がかかるような病気ができたとか、アメリカの白人男性が病院に行かなくなったとかじゃなくて、薬中が増えたんですよ。ちなみに日本も男性と女性でいくとね、3倍ぐらい男性の方が率高いんじゃなかったっけ？もっとないかな？ 5 倍とかあったかな？なので、求められる役割をちゃんと果たしている限り、日本だったらアメリカというのは、男性というのは、その社会の中でポジションが取れるんですけど、求められる役割を果たせなくなった時に、誰も助けてくれないし、自分がこの役割を果たせないんだったら、社会にいてもしょうがないよねという考えになりがちなので、結果として死を選んでしまうというのがあったりするので、
なので、日本だと女性の平均寿命と男性の平均寿命の差が7歳ぐらいあるのかな、日本って確か。89と81とかその感じだと思うんですけど、で、他の国ってね、その差はね、3歳とか5歳とかなんですよ。女性の方が基本長生きなんですけど、だいたい3歳ぐらいの差とか5歳ぐらいの差なんだけど、日本はそこがね、7歳差があるっていう。それぐらいね、実は日本の男性というのはね、生きづらいというか、しがちな社会の中で生きていると。ただガラスの壁的なものがないから出世とかを望むと男性の方が生きやすいけど、生き物として生きていく上でいくとなかなか厳しいよねっていうのもあったりすると。保守はハゲが多く、リベラをふさふさと安心、とても興味深かったです。現実はハゲてる人の無能率が高いと言われがちですが、考え方の偏ってる人にハゲが多いんだと納得しました。科学的には信憑性ない気がします。大体、りょうきさん考えてる気がします。これがだからね、しげおやじさんがなぜ女性を嫌いなのか論みたいな話になってしまうと思うんですよ。若くてハゲてる人だと、女性からは不快感を持たれるとか、嫌われるというので生きてきた人の方が多いと思うんですよね。見た目がいいと、異性というのは自分を好きになってくれる味方なんですけど、生まれた時からブサイクとか、若いところからハゲてるとかになると、やっぱりその、異性というのは自分のことが嫌いな敵であるという認識になってしまうんですよ。男性同士って別になんか男友達がハゲよとブサイクだろうと全然気にしないので人間として扱ってくれるんですけど、不快感を表に出す女性は多いんですよ。ブサイクとは気持ち悪いみたいな。これ前アベマに同じ話で出てきて、その部分ががっつりカットされたっていうちょっと面白動画があるので、もし興味がある人はアベマで探してもらえればいいと思うんですけど。っていう感じで、多分その保守層というか伝統的保守層、男尊女卑であるとかっていう昔ながらの家族社会、伝統的な社会を望む人というのにモテないやつが多いという根本的な問題がある気がするんですよ。俺がモテないのは今の時代の問題であると。昭和の初期の時代とかであればちゃんと金を稼いでいれば誰でも結婚できたんですよ。ちゃんと金を稼いでるわけだから、お見合いとかになって家庭を持って子供を作って何度問題もなく暮らしてたのに、今の時代って稼いでて働いてたとしてもハゲてるしチビでブサイクだったら誰も結婚したいよねみたいなことになっちゃうんですよ。もちろん結婚してる人もいますよ。でもそうなっちゃうと、俺一生懸命働いてて、で別に俺がハゲなのは遺伝のせいだし、ブサイクなのも遺伝のせいだし、背が低いのも遺伝のせいだし、全然俺のせいじゃないじゃん。なのに一生懸命働いてるのに俺は家庭を作れないよね。でも昭和の時代は作れました。これは今の価値観の問題なんだ。なので価値観を変えなければ俺は幸せになれないんだというふうに考えてしまうと、伝統的保守の価値観にした方がいいよねということで、ハゲデブチビに保守が多いっていうことに構造的になりがちなのではないかという仮説を立ててみました。これはあくまで僕の意見ではありません。保守でもイケメン高身長髪ふさふさの人はまあいますよ。いるんだけどね、ビジネス保守に多い気がするんだよね。保守的なことを言ってると仕事が増えるよねっていうので、ビジネスでやっている保守がイケメン高身長髪の毛ある系のスタイルいい男性で、ガチ保守の保守を応援している人たちってぽっちゃり系、髪の毛少ない系、あんまりモテなそうな系が多いんじゃないかなと思うんですけど、これはあくまで仮説であった僕の意見ではありません。日本は男尊女卑の社会ですか、それとも女尊男卑の社会ですか。ひろゆきさんもご意見お願いします。男尊女卑と女尊男卑の両方が混じり合っているので、一概にどちらとは言えません。例えば、専業主婦という職業が許されてるんですよ。で、それは女性は働かなくても許されるよねっていう女尊男卑の考え方なんですよね。じゃあ女性の方が平均寿命が7歳ぐらい上なんですけど、他の国だとだいたい3歳とか大きくても5歳ぐらいの差なんですよ。でも日本の場合だけ男性死ぬ率めっちゃ高いんですよ。それってやっぱり男性の方がストレス高いんじゃないのって言われてたりするんですよね。女性専用車両だったり、レディースデーみたいなのがあって、レディースデーって普通に差別なんですよね。例えばじゃあメンズデーっていうのがあって、男性だけ安くなります。これ差別ですよね。特定の性別だけ安い。コンビニエンスストアがあって、ファミリーマートがあって、男性だけ2割引き。女性は定価です。これおかしくない？差別でしょ？でも、なぜか差別って言われないんですよ。レディースデーは。出自とか人種とか性別とか本人が変えられないことを理由に優遇するというのは、それは優遇されない側からすると差別なんですよ。で、身体障害者の優遇とか高齢者の優遇とかはある種福祉の問題があるからまあ許されるよねってなるんですけど、別に同じように平等に稼げます。平等に活動できます。でも男だから高い値段を払ってください。女だから安いです。男だから安いです。
女だからで高いです。これ差別なんですよ。ただ、出会い系サイトとかで、男性が圧倒的に多くて、女性が少ないから、女性が安いとかは、時給のバランスなので、それはそういうサービスですよ。だからいいんですよ。男性と女性が出会うという性別で役割が違うものなので値段が違うのも当然なんですよ。ただ、映画館って男でも女でも受けるサービス一緒じゃないですか。受けるサービス一緒にもかかわらず、男性だけ高い。電車も受けるサービス一緒だったけど、女性車両は座れるんだけど、男性とかはギュうギュうみたいな。っていうのがあったりするので、社会に出ると逆にその男性ばっかり出世するよねとか、給料は男性ばっかり上がるよねとか、就職すると男性ばっかり就職するよねっていうのがあって、働くということにおいては男性がかなり優遇されるんですけど、生活においては女性がかなり優遇されてるっていうのがあるので、どちらに視点になるかっていうところでいくと、男尊女卑と女尊男卑の両方が混じってる国なんじゃないかなと思いますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。